皆さん、はじめまして、こんにちは。レイドシャドウレジェンド日本公式アンバサダーの BS エイコリンです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画はドラゴンの巣ノーマルを解説していきます。初心者さんも攻略済みの方も最後までご覧いただけると嬉しいです。よかったらグッドボタンもよろしくお願いします。この動画は字幕設定から日本語や英語字幕などもご用意しております。視聴スタイルに合わせてご利用くださいませ。それではダンジョンのドラゴンの巣を開きます。ドラゴンの巣を勝利するとドロップされる異物は、精度、スピード、ライフスチール、破壊、毒、フロスト、デイズ、アベンジ、強靭の9種類です。ゲームを始めたての頃は、どの異物もステータス次第でとても使えると思います。人によって使う使わない様々ですが、1年以上プレイしてもよく使っているのがスピードです。ライフスチールは攻撃しつつ回復できるのでたくさん使いました。他のおすすめ異物についてはこちらのダンジョンおすすめ異物の動画もあります。よかったらこの動画を見終わった後にご覧ください。それではドラゴンのスキルを見ていきましょう。ドラゴンに到達するまでの道中はラウンド1とラウンド2でそれぞれ敵が5人ずつ登場します。全体攻撃できるアタッカーがいると進みやすいですよ。さて問題です。ノーマルのドラゴンの名前は何でしょう？答えはヘルレイザーです。あまり名前を呼ばれないので、たまには呼んでほしいと言ってるような気がします。なんちゃって。さあスキルを見ていきましょう。ヘルレイザーは攻撃がとてもわかりやすいですよ。スキル1つ目、全体を攻撃してきます。そしてデバフの攻撃力ダウンをつけてきます。スキル2も全体を攻撃してきます。そしてデバフの毒と弱体化をつけてきます。スキル1と2、どちらも私たちにデバフをつけてくるので、デバフを解除できる英雄か、仲間全員にデバフブロックをつけられる英雄を入れておくと、攻撃力ダウン、毒、弱体化の影響を受けず、倒されにくくなるのでおすすめです。スキル3つ目、スコーチというスキルを解放します。ヘルレイザーが何か思いついたかのようにと立ち上がりますので、わかりやすいですね。起き上がったらスコーチ解放中です。この時ヘルレイザーのターンメーターは0になります。そして立ち上がると同時に HP ゲージの右端が紫色になります。ヘルレイザーのターンメーターがマックス溜まるまでに紫色の部分を削り切れば強力な攻撃を避けれます。紫色を削り切れずにターンメーターが溜まってしまったらスコーチが発動して全員を攻撃してきます。そして全体にデバフのスタンをつけてきます。できればこの攻撃を避けたいので、スコーチが解放されて発動されるまでの間に、威力の高い攻撃スキルをこのタイミングで使うか、強いアタッカーを連れていくといいですよ。それでは次にヘルレイザー戦におすすめのバフとデバフを上げていきます。まずはおすすめのバフ。先ほどヘルレイザーのスキル説明の時に上がったデバフブロックがおすすめです。攻撃力ダウン、毒、弱体化を防げます。もしスコーチが発動してしまった時もスタンを防げますね。デバフブロックの代わりにデバフを解除するスキルもいいですよ。他にはダメージを増やしたい場合、アタッカーのダメージ基準によりますが、バフの攻撃力アップ、そしてスピードアップや治癒継続、または回復、途中で英雄が倒される場合は蘇生ができる英雄もいいと思います。そして次におすすめのデバフを上げていきます。ステージが進むにつれて、ヘルレイザーの最大 HP も増えていきます。アタッカーでダメージを出し切れない時など、最大 HP2.5% または 5% 相当のダメージが入る毒、最大 HP3% 相当のダメージが入る HP バーン。これらでじわじわとヘルレイザーの HP を削れます。毒をつける場合は、毒のダメージ 25% アップする毒弱化をつけれると倒すまでが少し早くなりますね。他にはデバフの弱体化や防御力ダウン、倒されにくくするなら攻撃力ダウンもおすすめです。そして最後に祝福のブリムストーン。レジェンダリー英雄しかつけれませんが、もしこれをつけているレジェンダリー英雄がいたらおすすめです。ズドーンとダメージ入りますよ。紫色のゲージも減らせます。数えるほどしかいませんが、ダメージ基準が敵の最大 HP の英雄もよりダメージを与えやすいので、持っていたら試してみてください。ヘルレイザー1ポイント。
デバフのスピードダウンとターンメーターダウンはヘルレイザーに効きません。難しく考えたくない方は、アタッカーをとにかく強くして挑みましょう。逆にもっと極めたい方は、バフやデバフを付与した後にアタッカーが動くようにスピードを変えてあげると、さらに強いパーティーとなるでしょう。それではおすすめしたポイントを含めながら、エピック英雄のみでドラゴンの巣ノーマルのステージ25を戦います。1人目、すべてのバトルのスピードオーラ持ちのセイクリドオーダーのディーコン・アームストロング。デバフの防御力ダウンをつけれるのと、ドレインもあるので仲間が回復できます。2人目、バナーロードのスタックナイト。支援タイプだけど育てたいピックの中ではお気に入りで使いやすいです。アクティブスキルには全体攻撃でかつ防御力ダウンと攻撃力ダウンを付与できます。3人目、ドワーフのジオマンサー。デバフの HP バーンと弱体化を付与します。PVE で大活躍できる優秀なエピック英雄です。4人目、リザードマンのアオックス・ザ・リメンバラー。デバフの毒や攻撃力ダウンを付与して、パッシブでは攻撃してきた相手のデバフを延長できます。仲間の回復もできます。5人目、アンデッドホードのマウソレームメイジ。バフのデバフブロックを付与します。さらに、バフの防御力アップも付与できます。アクティブスキル2で仲間全員のデバフ解除もできるので、この英雄がいれば、デバフを防げるし、排除もできるし、デバフが怖くないですね。他にもおすすめの虚空属性ではないエピック英雄をご紹介します。バーバリアンのパラキン・ザ・ファット。デバフの防御力ダウンや HP バーンに毒を付与できます。さらに自分以外の仲間全員に一斉攻撃させるスキルもあります。スキンウォーカーのフェイン。デバフの毒や攻撃力ダウン、そして防御力ダウンや弱体化を付与できます。シルバンウォッチのミシリアック・プリースト・オルン。なんとすべてのスキルでデバフの毒を付与します。アクティブスキル2では弱体化も付与します。アンデッドホードのアナクス。デバフの防御力ダウンや毒、そして弱体化を付与します。レア英雄もちょこっとご紹介していきます。ダークエルフのスピリットホスト。仲間全員に攻撃力アップとデバフブロックを付与します。すべてのバトルでのスピードオーラも良き良き。キャンペーンのダーラムフォレストで入手できます。アンデッドホードのフローズンバンシー。デバフの毒や毒弱化を付与できます。デーモンロードにもおすすめ。他にも初期に選べた4人のラレク、ヘイル、ヘイン、アーセルもバフやデバフがあったり全体攻撃もあるのでヘルレイザー戦にもいいし、道中の敵との戦いにもおすすめです。この動画の中から挑戦してくださっても嬉しいですし、他にも優秀な英雄たくさんいるので、手持ちの英雄をチェックしてみてください。よかったら皆さんのおすすめ英雄や思い出エピソードなどコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンお願いします。次回の動画やライブ配信も見に来ていただけると嬉しいです。おつれいどー。